皆様ごきげんよう、ギタリストのゆうきです。はい、今回はエンヤインスパイアについて発売直後のレビューはたくさんあるんですけれども、実際数週間使ってみてどうだったのか、長期使用したリアルな感想をお届けいたします。今回もしっかりとメリットデメリット、長所短所っていうのをちゃんとお伝えしていきたいと思っているので、ぜひ最後まで見てください。それではどうぞ。このギターね、一言で言うと日常にさらっと溶け込むギターという風に言えます。それもどういうことかっていうと、ソファーとか机の横であったりとか、ギタリストあるあると思うんすけど、ベッドの上で練習するってあると思うねんや。私だけかな、ちょっと追い込まれてると結構ベッドの上でやったりするんだけど、そのまま寝て起きてすぐやるみたいな、ちょっとした時に手に取れる、スイッチをオンにして手に取れる。実際普通のギターであれば生音だけで良ければ別にそのまま使えるねんけども、元に出して実際に歪みで弾きたいだったり、コンプかけてクリーンで実際の感覚でカッティングを鳴らしながら、ちゃんと音が鳴るかを確認しながらしたいってなった時に、この子はね、そういうちょっとした時にさっと使える。結果的に練習時間が自然に増えました。特にその上で役立ったのがここのヘッドホンジャックですね。夜でもご近所さん、あとはご家族がいらっしゃる方は、その周りの方を気にせずに弾ける、地味に大きなメリットだと感じました。練習時間が自然と増える。それはやっぱり練習をする心理的ハードルをしっかり下げてくれるとも言えると思ってます。あともう一つ実際に使ってみて革命的だなと思ったのが USB 録音。私も弾いてみたを録音する時であったら、オーディオインターフェースっていうのを用意して、線をつないで、オーディオのこの設定をやって、でうにゅやややって結構面倒くさい、パッとするにちょっと面倒くさかったりするけれども、これ USB1 本で PC 直接ピンって挿してあげれば、多分携帯でもできると思う。携帯とかでも挿してあげればそのまま録音することが可能ということで、ここでもかなり心理的ハードルを下げてきてくれましたね。だからパッて思いついた時にもうすぐフレーズを録音できるっていうメリットがありました。一度フル充電をした状態からどれぐらい持つかっていうのを、これをね普通にオンにした状態で時間を置いてみましたと。私の観測した結果では8時間が持ってる状態。そこからさらに充電を満タンにするには1時間半かかったかなっていう感じです。でも実際にウェブサイトでこんな風に出てます。だからパッて使いたいと思った時に、大事なそのバッテリーの持ちっていうのは問題なくクリアされている印象です。1回目のエンヤインスパイアのレビューの時にもお伝えした通り、こちらの素材っていうのはこのボディがカーボンと HPL で木材を使ってないので、日本の梅雨時期であっても気にせず使いやすいものになってます。あとはそのパッて使う時に結局メインのギターで弾いた方が弾きやすいしなみたいなって思っちゃったら元も子もないやん。このネックとフレット結構弾きやすいね。実は最初はね、私もメインのギターが決まってるからちょっと弾きにくいかな、慣れるまでっていう感じがあったんやけれども、まずねここのネックの触り心地がめっちゃ滑らかなんよ。突っかからないんよ。これは結構大事やんね。ギタリストでは分かると思うねんけど、ここ突っかかると、例えばそれこそ、湿気湿度の高い環境で弾くと手汗も相まってツンってなるんよ。それがなりにくい。それぐらい滑らかだからね、長時間の練習でもストレスフリーやね、だいぶ。いや、みんなの価値観にもよると思うねんけど、値段がめちゃくちゃ高いギターでもないのね、これって。だからその手頃の値段やから、そこまでめっちゃ期待して私も弾いたわけじゃないの、最初は。だけどやっぱ長いこと弾いても疲れないし、ストレスフリーやし、メインのギターとサブギターで天秤にかけた時にパッと使いたい状況であったらこいつにいっぱい上がるし、ちゃんと録音したいとかライブで使うってあれば、私はもう一本のメインのギターがあるからそっちの方で、一応それぞれに適任の状況を与えて使えるぐらいちゃんと弾きやすさってのは整ってるなって思います。そう、特に12フレットのこの12フレット以降がかなりスリムでスムーズにこのハイポジションのところに移行できるっていうのも弾きやすさ、いい意味の要因になってるかなと思います。若干のおさらい風にはなるんですが、ここのボタンを押
押してあげるとスマートギターとしてあと録音であったりとかサイレントな練習にも使えるし、手上げた状態だと普通のエレキギターになります。これね、コメントで質問があったんですよ。これ普通にライブで使えますかって。使えます。ここ切ってあげたら、これ押したら内蔵スピーカーが起動しますよっていうだけではあるから、ここのところにここの部分にいつも通りシールドを挿してあげて、でもしエフェクターを自分で手元で用意してるもので使いたければエフェクターボードであったりとかにつないであげてやれば、もう普通のエレキギターとして使えます。このエンヤインスパイアでカバーした動画をショートに上げておりますので、それは差し口にシールドを挿してエフェクターを通してオーディオインターフェースを通して自分の足元で音を調整して録音したやつなんで、それもちょっと参考にしてみてください。そのね、エフェクト関連でちょっと思うことは一応あって、正直なところ、その内蔵のエフェクト、携帯で自分でエフェクトを作ってバンクに保存して足元で切り替えるっていうことができる、そこまでできるんですけれども、内蔵エフェクトは結構ね、良くも悪くもシンプルなのよ。で、なんか何に対しても言えることだと思うねんけど、例えば簡単に動画編集ができるソフト、簡単に編集できるやつってパッと中程度ぐらいの完成度には持っていけるし、その難しいことを知らなくともみんなが好ましいと思ってるような動画編集のスタイルができたりする。良くも悪くもよ、内蔵エフェクトがすごいシンプルなの。だから逆にこれからエレキギターを開拓をしていくってなった場合、シンプルやからストレスが少ないよ。だからパッと自分の出したい音のイメージにより近いものを作れるっていう良さがある。だからそういう人にとっては十分だと思う。だけど、例えば私はやっぱり自分でボードを組んでそれなりのこだわりを持ってもっとこうしたいああしたいってなった時に、もう出音のとこから変えたいってなった時にやっぱ限界がある。だからここは人によってメリットになり得るのかデメリットになり得るのかっていうのは分かれると思ってて、結局今言ったみたいに普通にエレキギターとしても使えるしスマートギターとしても使えるわけやから、今後自分でエフェクターも揃えていって、とりあえずそのスマートギターを用意して練習のハードルを下げて、でそのエフェクターの知識も今はないから内蔵のエフェクトで自分で調整して、まずエフェクターはどうやって使ってどうやって切り替えるのかっていう手順をある程度分かった上で、今後もっと頑張りたいなと思ってきた時に、これもエレキギターとして使えるから自分でエフェクターボードを組んでアンプで鳴らせばね、ライブでも使えるんですよ。もっとこういう音のものがいいとかがあればそこに移行していくっていう手順も私はめちゃくちゃありかなと思ってて、これからエレキギターを頑張りたいっていう人に対しての長所としてはやっぱり練習ハードルがすごい下がる。これはもう何においてもどんどん他のメリットで蹴散らしてでも一番って言えるメリット、やっぱり練習しないと始まらないです。練習するのがだるくなっちゃったら意味がないです。私はめっちゃ大事だなと思ってることがあって、練習したい時に練習できる状況ができてなきゃ意味ないんよ。やっぱやめとこうかなってなるんよ。学校とかの勉強とか宿題もそうで、パッとすぐ取り組める状態を自分で作っておく。これはすごい大事なのね、何においても。そう、それができるように整えられている、生み出されているのがこのエンヤインスパイアみたいなスマートギターのことやと思うんですよ。はい、でね、結論です。このエンヤインスパイアは正直に言うとメインギターを持ってる人は置き換えれる存在ではないと思います。自分の作りたい音をそれで作れているのであれば、そいつを大事にしてやってください。ただ日常においてすぐ練習できる、すぐ録音できるっていうこの利便性っていうのは唯一無二だと思います。はい、だからこそ最初動画の冒頭で言わせていただいた日常に溶け込むギター、これがこいつの私が作ったもう一つの名です今回はエンヤインスパイアを長期使用したレビュー動画でした。参考になったよという方はよければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。1万人目指してるんでお願いします。はい、今後もこういう感じでレビュー動画であったりとか、普通に私のメインに弾いてみた動画、ちょっと長めのやつとショート動画っていうのも出させていただいてるので、そちらの方も楽しみにしていただければなと思っております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。